皆さんこんにちは、小垣子です。今日はこちらのアイスランドロピーウールっていうんですかね。この系統を使ってあちらにいらっしゃいますうちの猫様にキャットケーブを編んでみたいと思っています。この系統ハンドスピン、誰かが手でくるくる巻いたらしい系統でいいものなんですかね、わかんないスリフトストア、ブックオフみたいな中古屋さんで買った系統なんですけど、おうどんみたいで可愛い系統なんですが、ちょっと硬くって、帽子もこれで何個か作ってみたんですけど、いまいちだったので、これでキャットケーブを編んでフェルト化させたいと思います。そんで、今回心配事が一つありまして、これ全部でちょうど 500g ぐらいなんですけど、これで毛糸が足りるかなとドキドキしながら編んでいきたいと思います。で、フェルト化の方なんですけど、これがちょっと実験にこの毛糸で編んでみた私の人生初フェルト化毛糸なんですけど、お皿洗い洗剤とぬるま湯でこうゴシゴシゴシっと5分ぐらい揉んだら、すいませんこんな感じになったので、フェルト化もいけそうです。毛糸も気に入ってくれたみたいだし、うまくいくといいな。いかなかったら誰かやけ酒に付き合ってください。では編んでいきたいと思います。では編んでいきたいと思います。毛糸と一緒に入ってたなんかこのレトロ感満載のセーターの編み方説明図には 5mm の針って書いてあったんですけど、この太さはどう考えても 5mm じゃないと思うんですよね。で、おまけにフェルト化のことをちょっと私なりに調べてみたら、きつめに編むのではなく、むしろ緩めに編んで毛糸同士が擦れるようにするのがいいみたいなので、今回はわかりますかね、8mm の針でいきたいと思います。編み方はもう至ってシンプルで、輪の作り目から細編み6目入れて、1段ごとに6目ずつ増やしていく丸をとりあえず作っていきたいと思います。恐れていたことが起きてしまいました今まだ底を編んでる段階でまだ55センチしかないんですけれども、もうすでに毛糸を半分使ってしまいました。250g ぐらい使ってまだ底ができていないので、明らかに毛糸が足りません。フェルト化というのはギュッと詰まる分作品もギュッと縮まってしまうので、大きめに作らなきゃいけないんですけど、55センチじゃ明らかに足らないので、急遽こちらの毛糸を足したいと思います。この毛糸は日本の母にもらった毛糸なんですけど、母が編み物をしてた頃の毛糸なので、きっとこれ30歳以上のレトロな毛糸です。で、白い毛糸はなんか縮みにくい加工をされてることが多いって聞いてドキドキしたんですけど、これももみもみしたら無事、わかりますかね、フェルト化できそうなので、この毛糸を2本取りで使っていきたいと思います。ただこの毛糸はこう機械で均一に作られた、こうくるくるくるっと綺麗に回ってる毛糸なので、こっちのロピウールの方がこうおうどんっぽくって、なんでしょう、ナチュラルっぽいっていうんですかね、こうあんまりくるくるくるって寄ってなくって、いい風味が出そう。風味って食べ物じゃなくても使っていいんでしたっけ。いい感じが出そうなので、こっちをキャットケーブの上にしたいなと思って、だったらこの規則的な方は底にしたいと思うので、もう一回そこから編み直したいと思います。頑張ります。途中経過です。先ほどお見せしたうちの母の昔の毛糸、輪っか状になった毛糸が2つ、200g を編み終えたところです。ちょうど30段で、30段目の編み終わりぴったりで毛糸が終わるという気持ちいいところです。
けどまだフェルト化させていない、縮ませていないのにうちの子が寝そべってこの大きさなので、まだまだ編み広げていかなきゃかなと思っています。ちなみに大きさは、先ほどめくれない。失敗したというか、毛糸が足りなくて断念した1枚目と同じぐらい、55センチぐらいになります。ではもっと広げていきたいと思います。はい、33段編んだところになります。幅は今だいたい60センチで、今 300g あった母からの毛糸が残り、このぐらいになっています。実は本当は37段まで編んで、もう横も随分編んだものを作ったんですけど、すごく大型犬のグレートデンも寝そべりそうな大きいものになって、なおかつ毛糸が足らなかったので、33段で今もう増やし目をやめて横を編んでいこうと思います。はい、側面部分増減なしでひたすら細編みをぐるーっと編んでいって、ちょっと途中で色も変えたんですけど、それを19段編みました。側面部分のこの長さで言うとだいたい18センチぐらい編みました。なので次、上の屋根というんですかね。そろそろこのケーブを閉じていきたいと思います。目の数は今、最初の増やし目が33段までやったので 33×6、198目一周であるはずなんですけれども、これからこのケーブの出入り口用に穴を開けつつっていうんですかね、編まない部分を作りつつ減らし目をして閉じていきたいと思います。出入り口の穴なんですけど、糸がちょっと少なくて足りないだろうなと思うので、今回出入り口はかなり大きく設けたいと思います。ケーブのこの一周の3分の1である66目、この緑の毛糸から青い毛糸までがちょうど数えて66だったんですけど、これ分開けたいと思います。残りの3分の2を、ぐるーっと一周で編んでいくのではなくて、行ったり来たり行ったり来たりとして編んでいきたいと思います。そして1段につき3目ずつ減らし目をしてだんだん閉じていこうと思います。はい、出入り口用に66目編まないところを作りつつ行ったり来たりと1段につき3目ずつ減らしながら23段編みました。ここからここまでが23段です。で、入り口、ちょっとカメラに収まりきらないんですけど、ここが入り口になって向こうは高さがある感じです。そろそろ本当に毛糸がやばいので閉じたいと思います。今この端っこと端っこをくっつけて、あとは丸で減らし目をしていきたいと思います。今ちょうど色が変わってて分かりやすいかと思うんですけど、ここが66目あるので、ここをつないで、もうあとは円の減らし目、一周につき6目ずつ減らすので、66、11段編むことになると思うんですけど、毛糸が本当に足りるか。ヤーンチキン頑張ります。はい、編み終わりました。ちょっとまだヨレヨレなのでどういう形になるのかちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、てっぺん編み終わった状態です。ヤーンチキンゲームの方はなんとか間に合いました。すごい嬉しいです。あとはどんだけ縮むかが、あと縮んでどんだけ強くなってくれるかがポイントになってくるかと思います。せっかくこのちょっと余ったので、これでちょっと入り口のところ補強したいと思います。はい、大きさ比較のためにうちの猫にフェルト化させる前に入ってもらいました。だいたい直径60センチぐらいのケーブになっています。ではこれを
洗濯ネットに入れて温水で洗って縮めたいと思います。温かいお湯で洗濯して乾燥するというのを2回繰り返して、今3回目洗濯して、濡れている状態です。これで最後にしようと思うので、今回は形をちゃんとしたくて、濡れている状態で中に風船を入れて乾燥させてみようと思います。だいぶ縮んだんですけど、思ったよりここの入り口がなんか考えてた形と違うようにできてしまって、ちょっとなんでしょうね、ペリカンの口みたいになってしまったんですけど、ゆりかごみたいですかね。まあこれはこれでよしとしましょう。あとはどんだけ形を保ってくれるか乾いてから見てみたいと思います。はい、キャットゲーム完成です。と言いたいところなんですけれども、ご覧の通り、フェルトが一応されたんですけれども、この屋根を保つほどの強さは私のフェルトにはなかったようです。ふにゃっとなってしまいます。ちょっと残念なんですけれども、まあこれはこれでキャットケーブって洞窟って意味なんですけれども、キャットケーブではなくてキャットスリーピングバッグっていうんですかね、こう寝袋のようにこの中に入ってもらってもいいし、あとはもう天井部分をこう内側にへこましてキャットベッドにもなるんじゃないかなと思っています。今回私が考えている範囲はズバリ入り口が大きすぎたこと、毛糸が足りないとドキドキしながら作ったので、ちょっとケチりすぎて入り口が大きくなってしまったので、ちょっと弱くなってしまったかなと思います。けど入り口が小さくてもこの大きさって天井がちゃんと保つんですかね。ちょっと厳しそうですよね。はい。けどまあ編んでて楽しかったし、この模様も結構適当に作った割には良かったんじゃないかなと思っています。あ、猫が来てくれたようなので、ちょっとテストアウトしたいと思います。おいで。入って。お、入りました。あ、一応ゴロゴロ気に入ってはくれているようです。なのでこれはこれでまあ半分成功ということにしたいと思います。はい。ではもしよろしかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。